皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです。角です。約半年間ポッドキャストをお休みしていました。あっという間に半年が経過してしまったんですが、気づけば私はアメリカ生活がちょうど1年を迎えたところになります。久しぶりにちょっとお話ししたいなと思って、今日は半年間何をしていたのかと、アメリカ生活1年を振り返りながら、久しぶりにポッドキャストを撮ろうと思った理由についてお話できたらいいなと思っています。この半年間は本当にいろんなことがありました。小さいことで言えば、ちょっと旅行に出かけてみたりとか、地域で開催されてる小さなマラソン大会に出てみたりとか、就職活動にかなり苦戦したりとか、他にも今後の人生を考えるターニングポイントというか、そういうタイミングになるような大きなライフイベントが2つありました。これについてはまた今度ゆっくりお話できたらなと思っています。他にもだいたい2ヶ月半くらい、ちょっと長めに日本に一時帰国をしていました。この帰国では日本の良さだったりアメリカの良さだったり、そういうところを再確認できるようなすごいいい時間だったなっていうふうに思っています。アメリカ生活を始めてから気づけば本当にあっという間に1年経過してしまったわけなんですけど、やっぱり多くの中妻さんとかが感じるんじゃないかなと思っているんですが、仕事もなくて自分自身の存在価値を見失いそうになることとか、本当にいろんな悩みとか葛藤もありました。でもいろいろ振り返ってみると、意外といろいろやってきたなと言いますか、私は毎日ではないんですけど日々の日記をつけていて、他にもブロガーとして自分の経験とかをブログに綴っているんですが、先日今年1年間どんなことしてきたかなみたいなのを、これら日記とかブログを見て振り返ったんですね。あんまり進歩してないというか、自分だけ成長のない1年を過ごしてしまったかなっていう風に思ってしまうこともあったんですが、ちゃんと振り返ると意外といろいろやってきたんだなって思って、私自身は楽しかったし、すごく幸せな一年を過ごせてたんだなって感じることができて、すごく振り返ってみるとすごく有意義な時間だったなっていうふうに今は心からそう思っています。今はアメリカに来た当初の頃と比べると、物事とか何かの出来事についてのに対する感じ方みたいなところは結構変わってきてるなって思うところもあるんですけれど、でもまだ慣れないこともたくさんあって、迷うこともあるし、このままでいいのかなって思うことももちろんあります。きっと2年目もまたいろいろ迷ってしまうことがあると思うんですね。でもその時々の自分の声を残していきたいなと思って、久々にポッドキャストを再開しようと思いました。前はポッドキャスト1本を作るのにすごく時間をかけていたんですね。
ちょっと頑張りすぎていたというか、ちゃんとしたものを作らなきゃと思って、これまではガッチガチに台本を作っていました。伝えたいことをちゃんと整理して伝えたくて、台本をしっかり作り込んで収録をしていたんですけど、やっぱり日々のこと、その時の気持ちを残すためには、ちょっとそれだと一本のポッドキャストを作るのに、それがすごく大きなハードルになってしまうということに気づいて、これからはもう少し気軽に話してみたいなという気持ちで、今日は初めて台本なしで撮っています。これからはあまり気負わずにゆるく続けていければいいなと思っているので、もしよろしければ時々聞きに来ていただけたら嬉しいです。そういえば今日は久々に収録をしようと思っていたら、なんと人生で初めてトルネード警報が鳴りました。突然スマホでトルネード警報のアラートが鳴ったので、すごくびっくりしたし、すごく怖かったです。そのアラートには、トルネードが近づいているっていうことと、あとは地下室とかできるだけ建物の低いフロアに避難してくださいっていうこととか、車に乗っている人は直ちに建物の中に避難してくださいとか、そういうことが書かれていたんですけど、私は自宅にいたので、自宅はアパートの1階なので、そのまま部屋に待機していたんですが、窓を閉めてカーテンを閉めてベッドに潜ってアラートが解除されるのを待っていました。調べてみると、アメリカでは春から夏にかけてトルネードが発生するようで、注意報と警報っていうのがあるんですけど、注意報だと、発生の可能性が高い状態で、警報になるともうレーダーとか目視でトルネード、竜巻が確認されたような状態で、直ちに避難が必要なんだそうです。室内にいる人は地下室とか窓がない中心部の小部屋、トイレとかクローゼットとかに避難したり、屋外とか車にいる人は車になるべくとどまらないで頑丈な建物に逃げる必要があるっていうことでした。私が布団に潜り込んでいる間、外からはサイレンが聞こえてきたり、雨の音が聞こえたり、風、雷の音もすごく聞こえてきて、自然災害の怖さみたいなのを久々に感じました。アメリカに来てからはあまり自然災害について考えたりすることがなかったんですけど、これを機にトルネードとか初めての経験だったので、どんな災害があるんだろうとか、こういう時はどうしたらいいんだろうとか、そういった情報にも目を向けようかなというか、ちょっと調べてみようかなっていうふうに思っています。アメリカ生活2年目もきっとまだまだ初めてのこととか、本当にいろんなことがあると思います。迷ったり立ち止まったりしながらも、あまり気負わずに過ごしていけたらいいなと思います。今日もこうして久しぶりにポッドキャストを撮れてよかったです。これからの何気ない日々の出来事も忘れたくない日々としてまたここに残していけたらと思っています。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは
また